お元気ですか？大輔です。ゆきです。いや先週は皆様本当に失礼こきました。大ちゃん、私ね、現場にはいなかったけどね、途中からグレに浮気すんじゃないの。なんでわかった？もうねえ、誠さん、嬉しそうなあの顔。裏切り者。あれ。裏切り者はやめてよ。お話したくないよ。なんか言ってあげてください。ねえ。で、岩永さんいいよね。グレは楽しいもんね。楽しい。ほら。まこさんちょっと本心。もうニコニコして釣ってたもんね。いやでもね、やっぱりほら一日中さ海見てね、魚が全然食ってこないんじゃやっぱり寂しいじゃないね、岩永さん。でもね言ってたよ、岩永さんは。大ちゃん、グレが先に釣れてその後チヌが食うんだから。だからグレ一生懸命釣って食わなくなったら今度チヌがパッターってくるから一生懸命グレ釣りなさいって言ったもん。ねえ岩永さんのことをね、そうやって盾にしてね、自分がグレを釣ったことを正当化してないか君は。いやそんなことはないんだけどね。まあしかし本当にこの寒いからね、チヌは難しいよね。難しいですね。特に。そうで、今日は何釣ろう？今日は何釣って？今日は何釣ろうって。先週缶チヌが全然釣れなかったから、今週も気合を入れて缶チヌでしょ。そうだった缶チヌですよ今日もね。賞賛はありますか？条件的には昨日より悪いじゃないですか。水温もっと下がってます。あるよね。でもまあ本当にこの熱き思いでね、その大事な一枚缶チヌなんとか取りたいですね。ですね。今日もじゃあじっくりご覧いただきましょう。参りましょう。大ちゃんの釣りに行こう。この番組は暮らし心地を考える両人ご覧の提供でお送りします。さ、缶チヌがなかなか釣れない中ね、隣で今永さんがさグレバンバンかけてたよな。やっぱりね、釣れないより釣れた方がいいもんな。ほら合わせた、またヒットだろ。本当だ。すごいよねこの全誘導情報は。本当だね、次から次にグレを釣り上げるんだからね。そうですよね。さて今日はですね、目から鱗の全誘導ということでね、大ちゃんが岩永さんから教わった全誘導という釣り方を皆さん方にね、じっくりと今日はご覧いただこうと思うわけでございますよ。すんごい威力のある釣り方ですからね。そうですね、皆さんもじっくりご覧いただきたいと思います。でもね大ちゃん、今日はチヌ釣りだからね。大ちゃん、一匹出たらみんなで万歳しましょうかね。一匹出たらね、万歳したいですよ。そういう気持ちですね。いや本当に僕も棚浅くしたり深くしたりいろんなことやってんだけど、まだチヌに巡り合えてません。うわー、よく言うよ大ちゃん。何がだよ。心の底ではグレに浮気してるくせに。何言ってんだよ。もんだってさ、すごいんだもん。これね、岩永さんの全誘導の浮きなんだけどさ、全誘導はすごいよ。どうして？だってね、一番特徴はね、浮き止めがなくても浮きがスポーッと入るわけですよ、当たれば。見てごらんよ、ほら。行くぜ。おお、すごい。どうだい、すごいだろ。このね、いろんな全誘導の方法あるんだけど、今回ご紹介しているこの岩永さんの全誘導、岩永式全誘導はですね、もうとにかくとっても仕掛けがシンプルですよね。幹糸に通っている、飛ばし浮きあるでしょ。そこの下にはサルカンがついてて、ハリスがあって針がある、そこに餌をつける、これで投げて沈めていくという、これがね全誘導なんですね、岩永さんの。仕掛けをさ投入するだろ、そうすると餌がじわーっと沈んでいくよね。だからね、表層からそこまでの棚をね自由自在に探れる、これがねこの全誘導の一番の大きな特徴かもわかんないな。広い範囲を探れるんですね。そうですよね。そしてね、流れがあると、やはりそれではちょっと餌が入んないんで、少しずつランナーを足していく方法を取るわけですよね。そして餌を先行させながらじっくり落としていく方法ですね。状況に応じてね。また黒がね、グレが食ってますけどもね、今ね上の方にグレがいっぱい溜まってるんですよ、蒔絵で。その下にチヌがいるんですからね、そのうちねチヌが浮いてきて食いますよ。なるほどね。ちょっとずつですね、良くなってます。
はい。まあね、チヌが欲しいんですけどもね、もう1枚出るんでしょうかね。不安になってきました。チヌはね、でもね、グレすごく釣れてるね。そうなんだよね。あら、また当たってるんじゃない？これひょっとして。乗ったばい。小さい小さい。ちゃいと。もう焦げんとばっかりばい。いやー、でもほんとよく釣れるね。さすがすごいよね、この岩永式全誘導ね、ものすごい威力ですよね。もう本当にこのグレがですね、バン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 食ってるもんな。本当だよね。言っとくぞ、大ちゃんはね、チヌを狙ってんだよ、心からな。チヌをではいるもののさ、横であれだけ釣られるだろ。どうしたんだろうな。ちょっとして俺もちょっとこれ全誘導教えてもらおうかななんちゃって思ってね、ちょっと行ってみたんだ。これ岩永式全誘導ね、はい。本当に今みんながね、注目してると思うんだけども、本当に釣り方の一つとして、僕は本当理にかなった釣りだなと思うんですけどもね、これをテレビのご覧の皆さんにもっと分かりやすく説明すると、どういう部類の釣りになるんでしょうね。分かりやすく、だね、簡単に言えば、浮き止めがないと。浮き止めがないんだよね、まずね。でね、浮き止めがないということは、どこまでも探りながら、つけを落とし込んでいけるということでね、浮き止めがあるとそこまでしかいかないよね。1、2匹食うとさ、どうしてでも棚がこうなかなかこうずらしにくいというかね。ああ、この棚で食ったからもう絶対この棚また食うだろうと。でも魚も生きてるからね、同じ棚にずっといるっていうこともね、まずないですよね、考え方とすればね。でそれをね、常にこう誘導的にね、探りながら当たりを取ると、どこに魚のいるかという棚をね探りながら仕掛けを流し込んでいくと、まあそれが一番全誘導のいいところなんですよね。でも取ってみたら仕掛けも本当に簡単で、そう何もないよね。いや本当に安上がり、安上がりだよね。こうサルカンがあって浮きがあって、これハリスだよね。ずーっとハリスがあって、であと針があるだけでしょ。でも流れによっては紙つぶしをいくつか打っていくという小さいやつをね打っていく。でもね、テレビを見てる人もね、なんだよお前、そんな簡単な仕掛けだったらみんなできるよって思うでしょ。心がどっこい、これがそうはいかないんだ。すっごくね、またこれね、奥深いわけでね、僕も何回かチャレンジしたことあるんですけども、岩永さんですらね、この釣りを始めて、今10年弱ぐらい、まあそうね、6、7年というところでしょうかね。やっと極めたっていうね、釣りなんですよ。これはだからもう岩永さんがね、やっぱり、考えられて、もう本当にもう岩永式のその全誘導っていうのは、皆さんよく知ってる方多いんですけどもね、もうとにかく奥深いです。で対象魚も結構いろんなものが釣れるんだよね。これで面白いのは、例えば、まあブレなんかもそうですし、ね、深いところまでずーっと餌があってそのままずーっと落ちていったら、例えばタイ、イサキ、チヌなんかもちろんね、今日狙ってるけど釣れる。だから本当に幅広い棚を探れるっていうのはね、やっぱり普通の釣りに比べると有利なのかもしれませんね。そうね。ぜひね、もうやってほしいかなと思うとですけどね。でもね、ああいうね、思うのよ。斜め浮きでしょ。そう。あれがなんでそんなにズボって入るのかなと思うよね。浮き止めもないのにね。そうね。最初よう聞かれたもんね、それね。そうなんだよね、不思議でしょう。大ちゃん値浮きとね、同じ原理だと僕は思うわけですよね。例えばね、表層で食ってきたら、これ仕掛けとずーっとまっすぐなってるとさ、先に浮きには抵抗かからずに竿にガツンとくるよね、当たりが。そうだよね。
でもね、餌が落ちてくるとさ、浮きを支点に角度がつきながらずっと落ちるじゃないですか。そこにね、魚が食って引っ張ると、てこの原理でね、支点になっている浮きに抵抗がかかるからズボッと入るわけですよ。よくわかった？やっぱり難しいよね。本当だよな、岩永さん、本当これ難しいよね。やっぱ全誘導でね、一番難しいのはなんていうかな、早く落ちないようにね、要するに巻き絵とね、同じスピードぐらいでこうスケ先行で沈んでいくようにね、やる。なるほどね。その辺がね、一番やっぱ全誘導の。ということは流れも見なきゃいけないし、それに応じてやっぱり壁潰しも打つ、やっぱり打ち方も随分変わってくるんですね。その辺がやっぱり臨機応変にやっぱり現場来て磯に上がって対応できないと釣れないよね。そうね。ここが難しいんだ、これがね。いやねとにかく釣りたいんですよ、大ちゃんはね。もう早速さ、その気になっちゃってさ、分かったような気でさ、仕掛け変更だな、これな。グレ釣るわけ？いや、そうでもないんだけどさお、もしかして大ちゃんヒット？すごいだろう。仕掛けを変えた途端1投目から当たるんだからな。さすがですね。この全誘導は威力ありますね。ちょっとね、大ちゃんの仕掛け、見てみたいですか？見てみたい。ご紹介しましょう。なんとね、浮きはですね、普通の浮きですよ。地桜の円筒40の 3B を使いました。そしてね、サルカンの下にね、ガンダム3号を30センチ間隔で4点打ちしまして、そして針の上にね、40センチぐらいのところにもガンダム3号を打って全部で5点打ち。すごいだろ。あ、大ちゃん、もしかしてこれまた浮きが入るわけ？すごい。しかしね、これね、大ちゃん式全誘導も大したもんだなと思ったよ、本当にいや、しかしね、これね、ハリスの上の方のガンダム4つが水中機の役目をするんだよね。でね、本当に流れが結構あるからね、5点打ちしたんだけどもね。もうでもね、これだけね、グレが食ってくるとね、楽しいですね。まあね、グレはよく釣れてるけどさ、今日の狙いはね、チヌなの、チヌ。知ってるよ、チヌだろ。もうこのポリシーのないチヌ釣り締め。何言ってんだお前。グレでもいいじゃないか、グレでもねえ、皆さん。ってなわけでございまして、ロケ3日目に突入でございますね。ゆきちゃんも大腸万全復活。あんた復活早いね。もう少し寝ててもよかったんだよ。でもさ、大ちゃん、今日はね、一応チヌ狙ってたから釣らなきゃいけないよ、チヌ。そうだな、まこっちゃん、今日もチヌ頑張って大ちゃんと一緒に釣ろうね。よし、準備オーライ。あとは魚が来るだけ。乗った乗った。チヌや。チヌ？あ、ゆきちゃん入って笑うとき。何？頭振るんやけどな。黒や。グレや。もうかけた瞬間で分かっと。もう。ちっちゃい。大ちゃん。ちっちゃいでも大きいでも黒は黒。大ちゃん。罰金。黒だ。黒だ。黒。イコールグレ。メジナとも言う。大ちゃんも本当に嬉しそうにしてるんだからな。いやもうね、俺ね、全誘導が楽しくってさ。ちょっと待って、今日はだからチヌを狙ってるんだって。もう分かってるよ、分かってチヌだろ。私はね、誠さんの味方なの。大ちゃん。何言ってんだよ。嫌い。大ちゃんとゆきちゃんは仲がいいんだからね。絶対だよ。仲良かったっけ？いいじゃないか。これ見てみなさい、これをさ。金ヶ江。ちょっと待て。カメラさん、ちょっといらっしゃい。この魚はすごいよ。俺はもう来た。ご覧いただきましょう。私の餌を食ってますね。で、金ヶ江の針も食ってますね。どないなっとんや、ほんま。何ですかこれは。何ですかこれは。あっていいんですか。
こんなことが。いやー、お膝を稲目によそ見、腹がけおっぽがけ肛門釣り、そして2人で1匹釣りといつもながら大ちゃんの釣りに行こうは新情報生み出してますね。さあ登場いたしましたのは途中から柴原さん合流でありますね。まあこの日もですね全員でカンチニをゲットしようというわけでございましたね。もうやる気満々でございますみんなね。やる気はあるんですがね、大ちゃん。そう状況としてはねいまいち悪かったよな。2日3日ぐらい前から気温が急激に下がってきてで水温も低下したでしょ、でこれがね例えば1週間なり1週間ずーっとこういう感じだったらね、まだ食うこともあるんですよ、でも急激にドーンと下がってね2日3日じゃねなかなかねやっぱり活性が悪くて食ってこないですよね。そんな中ですねなんとかカンチニちゃまを一匹一匹と思いながらねやってるわけでございます、でもねそんな中ね待望の大物が大ちゃんのロットにヒットするんですよ。本当？見てチヌ50センチの分だって大ちゃん死ぬらしい。あこの肩いいわないとさっきよりそれやったらうわーすごい。いや食べた。なんか今赤かった。ポッポちゃん玉がイラそうなんだよね。今日一番の大物をねゲットした大ちゃんなんですけどもね色が違うよ君は。もうねチヌかと私思ったんだけどな。そうすごいねファイトするねこの魚ね。でも表情とっても可愛くってねいいんだけどね食べてはあんまり美味しくないみたいなんだ。どうして食ったんだよ。俺は君が欲しくないんだよ。俺はチヌだよ。大ちゃんもいいじゃないの。悔しいな。そしてね、お昼前にねもう一回ちょっと背代わりしようって言って変わったんですが、実はですね田中真子ちゃんはですねお昼過ぎたらですねもう帰んなきゃいけない時間が迫ってきたんですよ。そうだったの？そうなんですよ。真子ちゃんどうする？一言そのカンチノに言ってやるならどういうこと言ってやりたいですか？バカ野郎ですね。バカ野郎ですか、言ってやろうかちょっと、こっち向いて、本当に、思いっきり言ってやろう、せーのバカ野郎なし食わんかおいカメラがそこで転んでどうすんだ。危ねえなもうよ。誠さんの迫力に押されちゃったんじゃないの？そうカメラがねバックしてたらねちょうどねこれ溝にはまったんですって、でもね怪我なくてよかったけどね、まあ皆さんもですね急いったらですねちゃんと足元見てちゃんと歩きましょうね、気をつけましょうというわけでございましてねまこちゃんが帰った後我々は一生懸命夕方までせっせと釣るんですが、もう頑張ったの本当にね。でもね釣れるのはアジばっかり。もうポンポン沖が沈むと思ったらポンポンアジが上がってくるんだから。そうなんだよな。アジの猛攻に遭いましたね。結局ねチヌの顔を見ることができなかったわけなんですけどもね、しまいにはカモメさんも飛んできて我々の巻きを一緒に食ってくれましたしね本当にもうね悔しさいっぱいでこの日はねもう残念ながらノーカンというわけになりました。本当にすまん。ごめんなさい。申し訳ない。もうこの寒い中ねあっちゃこっちゃも背代わりもしながらやったんですが、カンチヌの顔は見れませんでした。なんか最近さ、いつもすまんとかごめんなさいとかすみませんとか。そうだよお前だってさ顔が米付きバッタだもんいいんだよそれで本当にね。でもね後藤のね岩永さんもねずっと付き合っていただいて岩永さんに釣れんのやけもう僕らに食うわけないもんそうですよね。もうねいや残念でしたね。でもねやっぱこれだけ一気に冷えたからですかねやっぱ。それもあるやろしね。チヌはねやっぱいるところを探すのがね。そうね。いや釣れるんでしょうけどもね。そうですよね。そして柴原さんもですねわざわざ今日は本当にねここまで駆けつけてもらってきたんですがちょっとしんどかったね。いや今日はもう岩永さんに釣れないんだから、僕らがやっぱり釣れるわけはないね。そうですよね。本当にね。でもこういう日もあるということなんですね。よし。絶対今度はね肩きとんに来るもんでチヌに聞いといて。お前もう空気あるかってあるんだったらすぐ電話してください。私たち飛んできますから
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーでもね、今日はね釣れなかったけども一つためになったこともあったし、私はね。そうですね、大ちゃんね、これからしばらくこれを通すって言ってましたもんね。そう、全誘導をね、ちょっと僕も勉強してね、幅広い釣りができたらいいなと思うしね。そうするともうグレなんかもいっぱい買ってちょっと待って、ちょっと待って、カンチヌは？あ、カンチヌはもう今日いい。もう終わったんだから。いいじゃないかお前。チリもグレもタイもイサキもいっぱい釣れるやん。岩永さん。そうですね。というわけでございまして、また来週お目にかかります。また来週です。せーの。さよなら。バイバイ。突然ではございますが、お便りコーナー。パフ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 。ご紹介いたしましょう。さて1枚目、この方はですね、大阪府は高槻市の岡本さんなんですが、釣り番組では釣れて当たり前だと思っておりましたが、こんなに釣れない釣り番組は他では見られません。釣りをする者に大ちゃんも俺と同じだと思う安心感を与えてくれる番組だと思いますということでございますね。まあ自然が相手ですからね、釣れない時もあるんです。そういう時はごめんなさいって感じなんですけどもね。でもまあね、そういう時には結構ほらね、釣れてるよりももっと面白い番組作るよということでね、いろいろこう考えてやってますからね。そう漫才やりますからね。ありがとうございます。この方もですね、大阪市の方でございまして、南千子さんなんでございますが、大ちゃんが電話してくれるなんて本当ですか？嬉しい。当たってほしい。もし大阪に来るときはお食事でもいかがですか？なんちゃって。でもね大ちゃん、こっち嬉しいなこれはね。神戸のね、神戸の黒川奈緒さんもね、大ちゃんとお話ししたいっておはがきくれてますよ。そうですか、ありがたいもんじゃございませんかね。はい、ありがとうございます。女の子には優しいですからね。あ、そうなんです。山口県岩国市のですね、西本さんからいただきました。毎週子供西本咲1歳3ヶ月が大ちゃんが出るたんびに手を叩いて喜んでいます。多分顔が面白いんだろうね。一度話しかけてみてください。お願いしますだそうですよ。咲ちゃん。さきちゃん、おじちゃん変な顔ね。お姉ちゃんも呼んでますよ、さきちゃん。おじちゃん変な顔でだけ余計だお前は。そう。何言ってんだ。ごめんね。さてこの方はですね、福岡県は水間郡は水間町の丸山さんでございますね。毎週家族で楽しく見ています。大ちゃんが元歌手だったなんてびっくりしました。私もびっくり。今度番組で大ちゃんの18番を歌ってください。よければ釣りながらでもちょこちょこ歌ってほしい。任しといて。今度ね、磯にねちょっとギターでも持ってってね、歌でも一発歌おうかななんて思ってます。そうですか、磯で歌うか。いいですね。というわけでございますね。はい。これは兵庫県西宮市の森さんからいただきました。大ちゃんが魚とやり取りする時の腰つきがなんとも言えずいいですね。そう、やっぱりね、膝をちゃんと使ってクッション代わりにするというのはね、これはもう釣り人の常識ですから。膝の話じゃなくて腰つきの話。腰つきそんな使ってるから俺。この方もいるんだよな。広島県は広島市のね、三好さんなんですが、魚をヒットさせた時のね、上手ぶった竿さばき、リールさばきなんとかしてくれ。三好さん、俺はうまいんだよ。笑ってんじゃない。うまいだよ。以上。三好さん、そういうことにしてあげてください。ちょっと優しい気持ちで見守ってあげてください。そうですね。本当ですよね。まあね、お便りはですね、皆さん私たちは1枚ずつね、一生懸命拝見させてもらってますからね、どんどんとね、楽しいお便り、番組に対するご意見何でも結構でございますからね、お寄せいただきたいと思います。待ってます。また機会がありましたらですね、お便りコーナーでご紹介していきますよ。というわけで今週はこの辺でおしまい。さよなら、さよなら、さよなら。寒い冬。何それ。それでは番組プレゼントです。両日からはクーラープロターゲット GRX260 を2名様に、木桜からは今年のニューモデルご覧のチヌ専用機をそれぞれ5名計10名の方に差し上げます。宛先はご覧のところまで。ご意見ご感想、電話番号も絶対書いてね。当選者には直接大ちゃんがお電話でお知らせします。釣りに行こう、梅雨が明けたら迎えに行くね。釣りに行こう、釣りに行こう。さて次回大ちゃんの釣りに行こうは、全誘導で怖いものなし、キロオーバー40センチオーバーのカングレがいいねぐいない。ヨットがギュンギュン曲がりっぱなしの30分、これでもかと釣りまくりだよ。キロ級カングレ絶好調、どうぞお楽しみに。この番
番組は暮らし心地を考える両人ご覧の提供でお送りしました。